健康寿命を評価するといったところを、ある意味成果ないのに等しいわけです。現地の植物の調査を行ったり、創薬研究をするためのプラットフォームっていうのが線虫と呼ばれる1ミリぐらいの小さなものになりますが、1人目のスペシャリストは本山教授です。天然物あるいは天然資源を使ったものづくりあるいはことづくりのプラットフォーム、これがアップロード事業になります。これまででありますと、研究室間の垣根があるというか、縦割りのような雰囲気が多く残っていたかなというふうに思いますが、我々のこのアップロード事業では、研究室のこの壁を完全に取っ払って、ワンチームとなって事業を進めています。例えば、もちろん医薬品を開発するような製薬メーカー、あるいは健康食品、化粧品の企業、そういったところが一つのパートナーになりうる企業かなというふうに思っています。例えば機能性表示食品を開発する場合、素材の探索に始まり、さまざまな試験を経て科学的根拠の証明を行っていきます。アップロットでは熊本大学が持つ天然物ライブラリを活用し素材を探索、さらにさまざまな分野に精通した研究室が素材の基礎研究をサポートします。また近年の動物試験を減らすという社会課題を解決するべく、動物試験に代わる評価系の構築も進めています。特にその機能性の面で、健康寿命を評価するといったところを数値化するようなシステムとして、我々線虫を使った CHAS と言われるような評価系も構築してきております。CHAS とは線虫と呼ばれる線形動物の一種 C エレガンスを使った健康評価システムのこと。この体長 1mm ほどの小さな生き物が C エレガンスです。人と似た組織・器官を持ち、寿命はおよそ30日であることから、短い期間で健康寿命を数値化し、動物試験の代替となります。今いろんなところで、プレゼンをしてですね、いろんなところで評価をいただいています。各種賞を受賞しておりまして、製薬企業あるいは化粧品企業、それから健康食品の企業、そういったところから非常に問い合わせを多くいただいておりまして、協業が実際にスタートしているというところになります。2人目のスペシャリストは菊池教授です。もともとその研究者っていうのはですね、自分の研究には興味あってその成果を論文等で出していくんですけど、社会実装のためというよりも自分の論文のためにやってるような研究がほとんどだったんですね。だからいい研究しても世の中の人に役に立たないと、ある意味成果ないのに等しいわけですよね。そこが一番のポイントになります。大学っていうのも基礎研究をやればいいだけじゃなくて、それを開発している人に握手できるところまで持っていくというのが重要な役割。そこで必要とされるのがプロジェクトマネージャーです。研究者が尖った研究をして研究に邁進できる環境を作っていくのがプロジェクトマネージャーの大きな役割です。一番大きな利点っていうのは、いろんな判断する場面で正確にその今進行していることが理解できる。企業目線で企業がこういうことを欲してるっていうことに対して、我々がパイプラインだとかデータとかを作っていけば企業の目には留まるようになります。そこがある意味その社会実装の大きな入り口になってくる。3人目のスペシャリストは甲斐副学長です。世界の人口の8割は伝承医療を用いた生活を行っております。でここにあるようにさまざまな国々の植物が
あります。例えばこちらはアフリカの植物であります。後ろにあるのがネパール、チベット地方の植物です。我々はさまざまな国々との連携をしております。そういった国々から多くの留学生を迎え入れ、あるいはそういう地域に教員あるいは大学院生が訪問し、現地の植物の調査を行ったりしております。長年ですね、そういう各地域の伝承医療を使って病気を予防したり治療したりしてきた歴史があります。しかしながらそういった伝承医療には科学的な裏付けがあるかというと必ずしもそうじゃないと。現地の人々のためにはその伝承医療を大切に守っていただく意味もありますし、先進国にとってみればそういった植物に含まれる成分をより有効な医薬品として開発し、世界中の人々の健康福祉に貢献するということができます。アップロッドでは熊本大学薬学部が有するおよそ32万種の植物データベースと生薬成分、海洋生物、真菌などを含む2万8000を超える天然物エキスバンクを網羅しています。最初にアップロードのお話聞いたときに、こんな大学の研究機関があるのかって思ったくらいです。今、製薬会社は物探し、非常に今行き詰まっています。アップロードの持ってる一番の魅力というのはデータベースであってバンクだと思うんですね。実際製薬会社あるいはバイオベンチャー紹介した数が46社に及びます。そのうちのほぼ3分の1の会社がですね、このプロジェクトぜひ話を聞きたいと、実際の研究されている研究者の先生からお話を聞きたいという提案がありましたので、データベースであったりバンクであったりそういったものについて非常に強い関心が皆さん持っているなということを私は知ることができました。4人目のスペシャリストは三角教授です。アップロードのこの事業自体は、2021年度をもって一旦終了することにはなります。ただこれまで 5カ年を介して培われてきたいろいろな、創薬シーズであったり、創薬研究をするためのプラットフォームっていうのがもう構築できていますので、今後もグローバル天然物科学研究センターを中心に、運用していくことによってこのプラットフォームで培われたいろんなものを、社会実装するという任務をこれから果たしていくという形になろうかと思います。企業の人と連携することによって私たちが気づかなかったところを、お互いシェアすることによって私たちが一定の方向に進んできた研究成果というものが十分生かされて関係する全員がハッピーになると、ウェルビーイングの方向に向かえるようにということが一番重要なことだと思います。5人目のスペシャリストは首藤准教授です。アップロッドでは、今回 CHAS という、新しい技術を作りました。この CHAS という技術は、C. エレガンスという実験動物を用いますけれども、冒頭でも少し触れましたが CHAS は線虫と呼ばれる線形動物 C. エレガンスの一生を人の一生と見立てて健康への影響力を数値化する評価システムです。で人と同じように C. エレガンスが健康、寿命、延伸するかしないかというところを定量化することができる、そういう技術になっています。この技術を使うと、世の中にあるさまざまな素材の健康力というのを、明らかにすることができます。で私もこの1年間2年間ですね、いろんな製薬会社さん、それから健康食品の会社さんと、面談をさせていただきましたが、多くの会社さんがやはり新しい健康素材を世の中に送り届けたいというふうに、おっしゃってるわけなんですけれども、やはりいろんな健康素材を開発しようとしても最終的には人に使うので、その人に使う前の段階で
やっぱり実験動物を使わないといけないという流れがあります。こういった動物をできるだけ減らそうという、動物愛護の観点も重要ですし、SDGs の観点からもそういった動きがあります。ですので、それを打破するためにも、私たちが開発した CHAS という技術であれば、C エレガンスを活用して、健康を見える化することができるという、そういう特徴があります。今後はアップロッドので作り上げたその CHAS と、プラスアルファとして、私たちが持っている天然物、これを掛け合わせた CHAS プラスという、大学発ベンチャーを作りまして、そのベンチャーを起点にしながら、社会貢献をする。さらにアップロッドとして大学体が世の中に健康を送り届ける、そういうふうな立場として頑張っていきたいなというふうに考えています。